ピントが合うギリギリまで寄った写真。2倍レンズ。動画に関しては走りながら撮影する人はどっちを使うかっていうと、どうもこんにちは、まみよしです。今回 iPhone 16E レビュー第3弾ということで iPhone 16E のカメラと iPhone 16のカメラ。これレンズの数が違うだけに見えるんですけども、実はこのメインのカメラのセンサーサイズが変わっていたり、あとは手ブレ補正もセンサーシフト式の光学式手ブレ補正から普通の光学式の手ブレ補正になってたり、結構物が変わってるので、今回はこの2つ、実際に画質はどのくらい違うのか、明るい場所と暗い場所で写真と動画比較していきます。ということで早速やっていきましょう。そうしたらまずは明るい場所で撮影していきます。1倍レンズで左が iPhone 16、右が iPhone 16E。こうやって見比べると右側の iPhone 16E はちょっと緑がかってる感じがします。続いて2倍レンズで同じサイズで撮ってみました。やっぱり iPhone 16E の方がちょっと緑がかってる感じがしますね。iPhone 16の方が色が自然な感じがします。で左側のちいかわの顔を比較すると右側の iPhone 16E は結構ノイズが乗ってるのわかると思います。16は綺麗。続いては2倍ズームで両方ともピントが合うギリギリまで寄った写真。やっぱりセンサーサイズの違いで iPhone 16E の方が近くまで寄って撮れるのがわかると思います。結構違いますね。でさらに iPhone 16は 0.5 倍のマクロ撮影ができるので 0.5 倍のマクロレンズを使って1倍のズームで最大まで寄った感じがこちら。近くまで寄れるのは iPhone 16なんですけども、画質だけを見ると iPhone 16E の方はちょっといい感じな気はします。はい、続いては明るい場所で1倍レンズを使って動画撮影してみました。なんか写真の時よりも画質の差はあんまりわかんないと思います。続いて2倍レンズ。2倍レンズも大体一緒ですね。両方とも綺麗。で、1倍にするとこんな感じ。左上の白いポールみたいなやつのボケ具合が iPhone 16の方がちょっと高いかなっていう感じ。動画に関しては本当に比べなきゃわかんないぐらいの差だと思います。両方とも綺麗。はい、続いてもう一回1倍。2倍にするとこんな感じ。若干 iPhone 16の方が文字がくっきりしてる感じはあるかも。続いては暗所で比較していきましょう。両方とも1倍レンズです。で、こちらナイトモードで撮ってますね。ナイトモードに関しては iPhone 16E の方が録音の時間が長かったので、暗い中では iPhone 16E の方がちょっと写真撮影に時間がかかります。ただ画質に関してはほぼほぼ一緒。16E の方がちょっと右上の暗いところにノイズが乗ってるかなって感じ。続いては文字見ていきましょう。真ん中の文字、ズームインで拡大してみてください。これは iPhone 16E の方がちょっとぼやけてる感じはあります。で、ここは明確に違いますね。iPhone 16の方がかなりくっきり映ってます。ただ色味に関しては多分 iPhone 16E の方が自然かな。ちょっと暗すぎて肉眼でもよく見えないぐらいの暗さだったんで、解像感は16の方が上っていう感じで。はい、これ手前の旗見ていくと iPhone 16の方がやっぱりちょっとくっきり映ってる感じはします。はい、続いては動画比較していきます。動画に関しては全然違いますね。iPhone 16E の方がかなり暗く映ってるのがわかると思います。ただ iPhone 16は結構暗い場所も持ち上げちゃってノイズ出てるんですけども、16E はそこまで明るさを持ち上げない感じで、自然といえば自然な感じはします。ただこの辺は露出マイナス 0.3 とか 0.7 とかにしてあげれば iPhone 16だともっと綺麗な画質で撮れると思います。2倍ズームにするとこんな感じ。夜だとやっぱりデジタルズームになってますね。じゃあちょっとノーカットで映像を見てみましょう。ここで iPhone 16E 結構暗くなったんですけど特に何もいじってません。で、どっちの方が綺麗かって言われると iPhone 16E の方が夜景は綺麗に自動で撮れる感じかな。iPhone 16はこう設定で露出を下げてあげて綺麗に撮れるみたいな。で、ここから歩いていきます。で、この辺の画質に関しては iPhone 16の方がやっぱくっきり感ありますね。16E はなんかモヤモヤしてる感じがあります。解像感がない感じ。で、こちら iPhone 16は超広角にしてみました。で、これが1倍。で、ここから2倍。これもやっぱりデジタルズームですね。iPhone 16E はめっちゃ暗い。はい。で、この辺に関してはやっぱ暗さが iPhone 16E は結構目立つかな。下向くとね、もう iPhone 16E は何も見えない。iPhone 16は結構いい感じに映ってます。右はかっこいい映像で左は見やすい映像みたいな、そんな感じかな。で、手ブレ補正に関してはね、なんかあんまり歩いてる感じだと変わらない気がしますね。で、これが光源にカメラ向けた感じ。フレアは両方とも出ます。で、特にダイナミックレンジとかもあんまり変わんない気はしますね。で、ここからまた歩いて、やっぱり iPhone 16は暗いですね。続いてこちらが自撮りになります。自撮りのインカメに関しては多分ほぼほぼ一緒ですね。特に画質、どっちが綺麗とか汚いっていうのはないと思います。
続いて走ってみます。走ると手ブレ補正かなり違って iPhone 16E は結構グワングワンになってると思います。なので走りながら撮影、いないと思うけど走りながら撮影する人は iPhone 16選んだ方がいいと思います。続いて半分に分割して写真見ていきましょう。こうやって見ると画質全然変わんないですね、写真は。両方とも綺麗です。続いてこちらがラーメン。背景のボケはやっぱり iPhone 16の方が多い感じ。で、これラーメン上から撮ったんですけども iPhone 16はちょっとボケちゃってますね。手ブレしたのかピントが合ってないのか。ただ右側の iPhone 16E に関してはセンサーサイズが小さくてピントが合う面積が多いおかげか全体的にピントが合ってるので、全体的にピントを合わせたいっていう場合はもしかしたら iPhone 16E の方がいいかも。ということで iPhone 16と iPhone 16E のカメラ画質比較してみたんですけども、いかがでしたでしょうか。このカメラ画質を踏まえて僕がどっちを使うかっていうと、ちょっとこっちの iPhone 16の方がいいかなって思いました。僕に関してはね、こうやって YouTube で動画を撮ったり、あとは動画用の写真素材とか、そういったものを撮るので結構画質重視してたり、あとは今の映像みたいな感じで背景をぼかして立体感を出すみたいな感じの映像が好きなので、やっぱりこっちのセンサーサイズが大きくて背景がボケやすい iPhone 16の方がいいなと思いました。で、そしてこの2機種、センサーシフト式の手ブレ補正と普通の光学式の手ブレ補正で結構差が出るかなと思ったんですけども、こんぐらい iPhone が揺れるような走りをしなければ両方とも手ブレ補正っていうのは普通に効いたので、手ブレ補正に関してはそこまで気にしないでいいと思います。むしろこうやって走りながら撮るのはジンバルとかつけて撮影した方がいいので、ジンバルとかつければ両方ともそんなに変わんないと思います。なので手ブレ補正に関しては個人的には気にしなくても OK ですね。超広角に関してはあまり使わないんですけども、やっぱこの1倍レンズに関しても結構差があるなと感じました。ただですね、そこまで写真にこだわらないとか、あとは逆に背景ボケとかなくして全体的にピントが合った写真とか動画が撮りたい、そういう人に関しては逆に iPhone 16よりも iPhone 16E の方が全体的にピントがあって見やすい映像になると思います。で、あと個人的にこっちの iPhone 16E いいなって思ったポイントが、このメインレンズで被写体に寄れる距離ですね。これ結構倍率が大きくて、今手のひらは撮影してるんですけども、拳1個分ぐらいの距離のものを撮影することができます。なので、物に近づいて大きく写したい。そういった方はこっちの iPhone 16E の方が逆にいいと思います。一応ね、こっちの iPhone 16も超広角を使ったマクロを使うことによって近づくことはできるんですけども、影が入っちゃったり、真ん中がこう浮き出てるようなちょっとボワーンとした映像になっちゃうので、そういったのが苦手な人はやっぱこの iPhone 16E もいいと思います。スペック的にはこっちの iPhone 16が優れてるんですけども、iPhone 16E がダメっていうことはなくて、これは好みっていうところもあるので、みんなの使用用途に応じて選んでみてください。iPhone 16と 16E のカメラ画質、個人的には 16E でも十分だよとか、やっぱ 16E の画質はちょっと厳しいなとかあれば、ぜひコメント欄で教えてください。次の動画ではこちらの2つバッテリー比較動画出すので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。あとグッドボタンもぜひ。ということで以上、バイバイ。